まだリュック使ってる？いや、ショルダーの斜め掛けだ。それさすがにもうやめません？男性にとっての大きな悩み、欲しいバッグがない問題、そろそろすっきり解決しましょう。スポーツウェアからよりクラシックな格好にトレンドが移った2026年、トレンド感はバッグに出ます。じゃあ今僕たちが持つバッグは何だ？答えはトートバッグ。ファッションデザイナーが今持つべきバッグを1万円から予算別で全10個紹介します。皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。はい、はい、石川さん、はい、並んでますね。並んでますね。もうわかりますね。エリーさん、こうファッションの流れ変わってきてる感じってなんとなく感じます？ファッションの流れ、なんか去年の年末に大予測みたいなのやったじゃないですか。ああ、2026年、そう、はい、なんか変わってる感じ。でも確かに言われてみると石川さんが言ってたみたいな、テイラード着ていきたいとか、なんかそのちょっとクラシックな流れみたいなことですか？そう。いや、それ感じてる？感じてない？感じてるかなあんま変わった感じしない。でも実際もう世の中変わってきてる感じがして、レディースが先行していってる感じなんですけど、そこメンズも追いかけてだいぶファッションの流れ変わってきたなっていう感じがしますと。そんな中ね、前にバッグ特集1回やったんですけど、その中でリュックとかいろんなバッグを紹介してました。ただしリュックとかね、もうボディバッグ系も含めて斜め掛けバッグ、そろそろいいかなっていう感じしません？そんなこともない？いや、もうわかんない。僕斜めがしちゃってる。そうか。なんかそろそろもうそこら辺もいいかなっていう感じになった時にですね、ファッションの流れに応じてバッグも変えていきませんかっていうところのご提案を今日はちゃんとしていきたいと思います。じゃあ何っていうところになるんですけど、もう答えはトートバッグしかないじゃんと。一択で今回は押し切ろうと思っておりますっていう感じで、はい、小さいバッグの中に財布と携帯の鍵だけで出ていくっていうのもありですけど、じゃなくてやっぱ仕事してるとノートパソコン持ち歩かないといけないだったりとか、いろいろ持ち運ぶも増えていく、あと年齢とともにだんだん増えていくんですよ。なんかサプリ持ち歩いたりとかなんか美容系みたいなもの持ち歩かないといけなくなったりとか、そうなるとある程度収容量が高くて今のファッションに合うバッグとなるともうトートしかないよねというところで、今日はトートバッグをご紹介していきたいと思います。ネットとか見てた皆さんどう思ってんだろうと思って、そしてやっぱりリュックとか斜め掛けバッグってもう子供っぽくてちょっとさすがに使えないよね、やっぱトートバッグっていう人もいた。ただしトートに対する批判的な意見もある。それはちょっとゲイっぽくないみたいな。それってトートの成り立ちみたいなところを考えると違うんじゃないと思うのが一つと、もう一つはそういう感覚、女性が持ってたバッグみたいなのも男性が持つところをファッションにどう取り入れていくかみたいなものは今の時代考えていっていいかなと思ってるので、その辺も合わせて今日はお話ししていきたいと思っております。じゃあ早速いきましょうか。はい、お願いします。今回も予算別でいきます。最初は1万円予算、8000円から17,999円までを1万円予算としております。このチャンネルではっていうところですね。この価格帯ってどういうものか、この予算でどれぐらいの感じかっていうと、スポーツとかアウトドアブランド系のコットンキャンバスとかナイロンの、少し低価格帯のバッグが買えるところですっていうところでいった時に、トートの原点からいきましょうかっていう感じですね。原点がこちらでございます。 LLB ジップトップボート&トート with ポケット、15,400円。ジップトップっていうのがついてるんですけど、いわゆるボート&トート、ここにねボート&トートって書いてあるんですけど、 LL ビーンが最初に作ったトートバッグ、これがバッグの元祖です。でまずトートっていう何っていうと、英語で重いものを運ぶ、もともとは運ぶっていうの言葉ですと。今我々がイメージするトートバッグっていうのは LL ビーンが最初に作ったものですというものです。で LL ビーンが1944年にビーンズアイスキャリアっていう氷を運ぶためのカバンとして作ったものですと。今だと氷運ぶとか意味わかんないってなっちゃうと思うんですけど、もともと昔って冷蔵庫、電気じゃなくて氷で冷やす冷蔵庫、1944年、戦争末期ぐらいの頃ですよ。まだまだその電気冷蔵庫っていうのは世の中にそんなに普及してない。特にメイン州ってちょっと田舎の方なんでまだ氷の冷蔵庫が多かった。その氷を運ぶために車から家に持って帰るとか
と同時に当時のカタログ見るとなんかね氷を切り出すとこ男の人が作業着着てそのスキーパンツを履いて切り出すところのページの横にこのバッグが載ってるっていうところで氷をこの中に入れて運ぶためのものだったと。なんで重いものを運べないといけないんでもともとは500ポンド227キロの重さに耐えるように作ったバッグっていうのがこのバッグだったっていうのがもともとアイスキャリアっていう名前で売り出されましたっていうのが最初です。その後1955年に LL ビンが同じ袋をイメージチェンジしてボート&トートっていう今の名前のバッグとして売り出したと。これがなんかいわゆるニューイングランド地方アメリカの一番古い州とかのアウトドアの象徴になったと。僕はニューイングランド大好きで、昔学生の時にボストンに1年いたっていう話をしたんですけどその頃車で本当にニューハンプシャーとかメインとかよく行ってで LLB の本店もよく行ってましたっていうのでアウトドアの聖地みたいな感じで当時やっぱりトートバッグを使ってましたみたいな感じでございますっていうものなんですけどもともとはこれただこうガバッと開いてこの中で物を入れるだけになったものにこれはファスナーをつけてますっていうところで盗難防止にもいいですよっていうのと現代的な使い方をしようと思った時にはこれ肩にかけたりしてやっぱ携帯入れるとこ1箇所欲しいよねと思ったりするんでというのでここにポケットが1個あるっていうだけで少し便利になったものですね。あと週末ちょっと遊びに行ったりする時とかかなりカジュアルな印象あるんでそういう時に使うのに便利なバッグですっていうのが1万円台で買えるっていうところですね。キャンバスもしっかりしてるしいいバッグだと思います。続きまして2万円予算いきましょうか。はい、1万8000円から2万6999円。この価格帯もアウトドアブランドとかスポーツ系のバッグが多いところだと思います。なんかちょっとハイテク系なバッグとかも買えるような感じになる予算ですかね。なんですけれども今回ちょっとね2万円予算で買えるレザートートファッションに使える結構びっくりプライスいきましょう、はい、PID ツーウェイトートバッグ PAR201 23,100円です見えないですよね。なんかねこの PID っていうメーカーさんなんですがそこのアルタールシリーズっていうラインらしいです。レザーの質感はね、樹脂でバッチリ固めた感じなんですけれどもちゃんと一応牛革を使ってるかなり光沢感のある牛革で見た目もうちょっと柔らかそうに見えるかもしれないですけど結構しっかりした感じの硬さのあるかこれは本当に樹脂しっかり塗ってるっていうところでそうなってるんだと思うんですけれども値段から考えてでも牛革っていうだけでまず十分じゃんっていうところかなと思います。おまけにねこれデザイン結構いいでしょ。この4つに切り替えられてるのが、なんか某 BV 社の編み込みをさらにでかくしたみたいな感じで、でもこれって実はすごく合理的な考え方でレザーってやっぱ取り都合元の形がこう動物の形してるんで取り都合っていうのがあるんでなるべく一つのパーツを小さくできる方が皮を効率的に使えるんですよ。となった時にはやっぱ切り替えてある方が効率的に使える。でもそれをちゃんとデザインとして消化してる感じがしてくれるとてもいいバッグだなというふうに思います。でこれ名前にある通りツーウェイトートバッグじゃあどこがツーウェイなの。これに関してはストラップの長さが 2種類ありますと。まずここがあってこれね実は中にこうポケットがついててこの中にこうストラップを入れるようになってるんですよ。わかります？でこのポケットの中にこいつをしまってあげてここをマグネットでパチンと閉まるようになってるポケットみたいなのがついてるんですねここに。でこれでこっちも出してこうやってちょっと待ってください見ずにやると難しいですね。ここパチッと止めると肩掛け用のトートになると。ここもちろんポケットとしても使えるんで、深いめので物を入れとくこともできますよっていうものです。でおまけにその真ん中もマグネットで留めれるようになってて中にはファスナーもついてますと。かなりちゃんとした作りになってて非常に使い勝手のいいバッグになってますっていうものでストラップもレザーですよね。レザーです。おまけにねクロシェットキークロシェットまでついてる。ちょっとこの辺もアクセント効いててっていうのでこのプライスですっていうちょっとびっくりなバッグでしたっていうところですね。かなりやばいと思いますし高いバッグやっぱレザーのバッグって今何十万もするものが多いんで、それを考えた時に23,100円で買えるっていうのは特に若い人たちいいんじゃないかなと思ってご紹介したバッグでございます。3万円予算27,000円から39,999円までのバッグをご紹介します。
こうなってくるとインポート系のスポーツブランドのナイロンバッグなんかも買えるぐらいのプライスになってきますよねっていうところなんですが、ここはあえて日本製のキャンバスのトートいきましょう。もはや日本キャンバストートの代表ブランドになったチャコリですね。フレームトート、これは04のホワイト 29,700 円です。なんか大勢の人に対して共通する使いやすさではなくて、その一つの状況や環境と向き合って時にはいろんな職業の方々と関わりながら価値ある形を探してきましたっていうところで、なんかいろんなサイズ展開をしてらっしゃるブランドさんっていうところの縦長の方のトートバッグです。キャンバス自体非常にしっかりしたもの、これ何号ハンプかな使ってらっしゃって、シャキッとのりが効いた硬い感じなんですけど、おまけにここにフレームが入ってますっていうのが特徴ですね。これ2本のフレームが中に入っているんで、本当に形をバチッとキープするようになってます。でベルト部分も相当肉厚なテープが使われているんで、これダブルになっているんで本当に自立する硬いものになってますっていうのと、もう一つの大きな特徴は中が仕分けされてて、でノートパソコンを入れる大きなところとその他のものを入れるところ、白と黒があるんで、白はちょっとこうほっこりしたというか柔らかい印象になるんで、そういうイメージの人は白がいいですし、で基本的には黒がいいかな。ただ黒が大人気でなかなか買えないような状況というか、非常にしっかりとしたいいバッグだなと思うんですけど、唯一の問題点、レザーのハンドルを止めるためのこう、グリップみたいなものついてるんですけど、この革が結構ツルツル滑る。肩からかけた時につるんと滑っちゃう。なるほど。これだけなんかもうちょっとここなんか滑らないものにしてもらえるとより使いやすくなるのにな。もう十分にいいバッグなんであんまりあれ言ってもしょうがないんですけど、というものでございますという感じですね。続きまして5万円予算4万円から79,999 円、ちょっと幅がありますけれども、ここでちょっとね面白いアメリカブランドを紹介しましょうか。アレックスミルザ・パーフェクト・ウィークデートート4万200円です。5万円予算の低い方と思ってください。2012年にアレックス・ドレクスラーっていう人がニューヨークで立ち上げたファッションブランドなんですよ。でもともとこの人のお父さんっていうのがギャップとか J. クルーの元 CEO で、その人が立ち上げに関係してるっていうところで、そういう匂いを受け継いだブランドみたいな感じなんですね。今なんか喋ってる間に形変わった？形変わったでしょ。今こっそりこうやってここドットボタンの留め方でこうやって真四角なバッグ、ここドットボタン開いてあげると横のマチがすごく太いんでガバッと開いてでっかくも使えるみたいなバッグで、ポケットがあってファスナーポケットもついている、ここもポケットになってファスナーポケットもついているっていうダブルになったポケットがついてますっていうバッグなんですね。これキャンバスもすごいしっかりしてて、で洗いかけてあるんでちょっとだけクタッとさせてるんですよ。かなりガシガシでも重くない。ハンドルが2種類ついてます。両方パタッと倒れるようになってるんで、よくこういうバッグでこう立ってるとこのロングの方で脇入れた時にこう当たるとかあるんですけど、パタッと倒れて長い方で、これ使わない時には中にしまっとけばいいしみたいな感じで使える、2way で使えるようになってます。なんかあともう一つこれいいのが 2,3 週間かかるのと1万円ちょっとかかるんですけど、5AR とかにも入れてくれるステンシルわかります？色、自分で好きなイニシャル入れてくれるやつ、あれ3文字ぐらい入れてくれるんです。ステンシルとか入れてあげるとそれで遊びが出てくれるんで、より高級感ある感じになってくれるんで、別にキャンバスのトートだったらハイブランドいらないんじゃないと思えるぐらいのバッグです。これめちゃめちゃ気に入ってるバッグですね。でこれが4万円ぐらいで買えるんで、通販でそのままオーダーかけて送ってくれるんで日本に、というアレックスミルザ・パーフェクト・ウィークデイトートでした。パソコン入りますしね、十分、というバッグです。で10個と言っといて、これ入れると11個になっちゃうんで、これは一応ご紹介という感じで、一番よく使っているバッグの一つがこのバッグインプログレスのキャリーオールビーチバッグブラッククロコビーガンレザーで、これで$390ぐらいの、さっきのバッグよりちょっと高い感じではあるんですけども、めちゃめちゃよく使っているバッグですっていうのもトートの一つとして、大型ポケットいっぱいついて便利ですっていうのもご紹介しておりますね。続きまして10万円予算いきましょうか。ちょっと高くなってきましたよ。8万円から179,999円ぐらい。この辺になってくるとレザートートなんかも出てくるプライスですよねっていうところです。国産でもレザーのバッグなんかはこの辺でよくある価格帯だと予算だと思います。っていうところで行った時にちょっとレディースっぽいバッグ1個置いておきましょうか。
ル・タンヌールっていうものですが、フランスのブランド、結構歴史あるブランドみたいです。スモールトートバッグイングレインドレザー、126,600円。で、結構これね、プリプリっとしたいい皮なんですよ。肉厚があって。で、ちゃんと1枚ですけど自立してくれて、ハンドルも立ってくれるみたいなところの良さもあって、若干レディースっぽい感じなんですけど、何がこのバッグいいかっていうと、MacBook Air 13インチがちょうど収まる。ぴったり収まる。そういう意味でいくと、MacBook を持ち運ぶ最小サイズのバッグじゃないかなと思ってですね。で、特徴としてはファスナーついてるのと、ちゃんと同じ革のポーチついてます。なんで、この中に必要なものをポポポッと入れて、こっちにはガバガバッと突っ込んでっていう使い方ができると。完全に肩からかけれるタイプの長さのストラップがついてるんで、これぐらいでちょっと小ぶりなトートを持って歩くみたいな感じにちょうどいいものですっていうもので、なんかね、そのレザーのバッグみたいなところでレディースっぽい、ゲイっぽいっていう話あったんですよ。はい、ちょっとレディースっぽいトートを持つの可愛いなみたいな感じでも思ってて、セリーヌ。フィービー・ファイロがやってた時代のセリーヌ、ホリゾンタルカバーってバッグがあって、薄いレザートートなんですけど、途中で色切り替えてあって、あれめちゃめちゃ使ってて、ファッション関係者で男性でも使ってる人ちょこちょこいて、オリーブとベージュかなんかの使ってたんですよ、よく。で、それが、なんかこう、レディースっぽいバッグを、とうとうメンズ持つの可愛いじゃんみたいな感覚でですね、持ってた感じなんですね。なんかあの辺の感じが、ちょっとだけこう、コーディネート洗練させるときに、そういうレディースっぽいアイテムちょっと入れてあげるみたいな感じも、洗練の一つの方法だなと思って、いいなと思ってですね、このバッグいいなと思って購入しているものです。10万円ちょっとなんで、レザートートとしてはいいプライスですし、おすすめのバッグです。もう見てて思いましたけど、デザイン入りすぎてないって結構重要な。そう。基本的にほぼシンプルですもんね。でもその方がなんか基本的に。そうですね。そんなにデザイン入ってなくて上質ぐらいのバッグを持ってもらえる方がいいかなという感じがしますかね。トートって定番なんで、本当に定番のものをどう上質に作っていくかだったりとか、ほんのちょっとだけ使い勝手を考えるぐらいのところで収めておくの方がいいんじゃないかなという感じがしますっていうところで、なんかそういう感じでいくと、こう使い勝手ばかりをあまり追求したものもまずいですよねっていうので、最近バッグ関連で一番話題になったちょっとバズったネタが少し前にありましたっていうところでいくと、オールおじさん問題ありましたよね。ちょっと商品紹介の途中なんですが、その辺お話したいなと思ったんでお話しさせてもらっていいですかね。なんか、6月の頭ぐらいですかね。なんか地方の田舎のモールに行くと、こういう格好した人を見かける、本当に嫌いみたいなのが投稿がバズって、やっぱおじさん叩きってちょこちょこバズるじゃないですか。そうですね。いろんな人がそこに乗っかってきたみたいな感じがあって、すごく普通の格好。別に爽やかだし、あれって AI で作った写真だったんですかね。なんか普通に爽やかな感じのいいパパみたいな、3歳児から5歳児ぐらいのお子さんがいそうなパパっていう感じだったじゃないですか。で、格好はそんな問題ないと思うんですよ。問題2つあったなと思って。2つ。1つがまずスニーカー。オールバーズ系のスニーカーみたいなのを履いてる感じがあって、あれもうオールバーズもともと何が良かったのかさっぱりわかんないんで正直言っていいですか、あれアジアに行ったらどこの国でも別に作れるものにシリコンバレー的なお金の集め方と付加価値の付け方をして、でとりあえずバズらして売るみたいな感じしかあそこに見えなくて、何がいいんだろうと本当に思ってたものですよね。今あの人たち何やってるか知ってます？会社変わったらピボットした方向転換して今 AI インフラの会社になってるんですよ。要は蚊にしか興味ないわけじゃないですかそんな感じなんですよ。っていうスニーカーがまずダメだよねっていうのが一つ目と、もう一個はやっぱりドンと持ってるボディバッグだと。じゃあボディバッグって何っていうと、あれルーツウエストポーチです。で、もともとウエストポーチって昔からあるものなんですけれども、でも一番はやっぱアウトドアブームが来た1960年代70年代ぐらいに山登る人とかスキーする人が使うようなバッグとして広まりました。で、日本で一番広がるきっかけになったって言われてるのは海外旅行ブーム、バブルに向かう頃、あの頃にセキュリティ対策でおじさんたちも含めてウエストポーチ持つようになりましたと。で、そういうのでウエストポーチでちょっと当時からおじさんのイメージがありました。で、それをもっと若い人たちが持つようになったのがちょうど1980年代末ぐらいに僕たちの世代が斜め掛けするようになったんですね。
もともとウエストポーチとして作られたものを斜め掛けしてたんですけど、それをじゃあもともと斜め掛けのバッグとして作りゃいいじゃんって言ってぐっと広がっていくのが今その後のボディバッグっていう感じになっていくんですね。で2000年代以降はハイブランドとかも出すようになってブームになりました。ただしもともとは超ニッチなバッグですよ。ニッチなバッグが大ブームになりすぎた。そういうものってやっぱり時代経過しちゃうとめっちゃ古くなっちゃうという流れになってしまうので、ボディバッグっていうのが今すごく悪い表現をするとダサいものの象徴みたいな感じになってしまって、ああいう表現になっていったっていう感じになってるものだと思うんですね。だからそこはちょっと気をつけて見とかないといけないですよね。で僕も何々は終わったとかって言い方大っ嫌いなんで、本当はしたくないですけれども、どうしてもそういうふうに見えてしまうから一旦お休みしときましょうねっていうのは必ず出てきますっていうところで、次のボディバッグは何だっていう話になってくると思うんですよ。確かに2つありますよ。1つ目、四角いリュック。スリーウェイバッグを背負ったみたいなリュック。もともとノースフェイスが最初かな。シャトルカセットシリーズ、シャトルシリーズかなんかで出してバカ売れして、でいろんなメーカーがナイロンのバッグ、スリーウェイバッグみたいなシリーズのリュックを出しました。海外に行って四角いリュックを背負っているのは大体日本のビジネスマン。やっぱり四角いリュックで理にめちゃくちゃかなってる。ラップトップコンピューターの形だし、書類も四角いわけだし。というので理にはかなってるんですけども、あれも四角いリュックっていうとまあ言ってもちょっとニッチなものがバズった結果というかじゃないですか。なんでそこはそう見えちゃう可能性が高いですよね。でそろそろお休みしといてもいいんじゃないですか。やばい、今日持ってきてるやばいが一つ目でございます。二つ目いきましょう。サコッシュ。僕も散々使ってきた。つい最近まで使ってたじゃんお前っていう声が上がってきそうになりますけれども、ちょっとこうクラシックな格好になってきたみたいな時にやっぱ斜め掛けのストラップもうしんどいよねっていう感じになってきた。確かにそうか。とやっぱサコッシュがバズりすぎた。あれも超ニッチなバッグじゃないですか。ボディバッグと一緒じゃないですか。あれをやっぱここにかけてる、特にアウトドア系の感じのをここにかけてるっていう姿はもうさすがにそう見える時代に入りましたよねっていう感じがするんで、ここもちょっとの間お休みしませんか。もちろんあれ旅行行く時とか最高に便利、もちろんアウトドアスポーツされる方は本当に便利だと思うんでガンガン使えばいいと思います。ただし街中でそれを使うのちょっと違うな。やっぱりスポーツウェアっぽいようなスタイルが流行ってるのが、少しこうゆったりした感じのもの、ちょっとルメール的なゆったりしたものをちょっと斜め掛けでちょっと締めてあげるみたいな使い方とか面白いと思うんですけど、もうちょっとその時代でもなくなってきたかなっていう感じはするんで、一旦お休みしておきましょうっていう感じでございます。後半戦20万円予算からいきましょう。18万円から26万9999円までの予算です。こうなってくるとインポート系のブランドとかもいろいろ出てきますよねっていうところで、最初にご紹介したいバッグが前からね気になってたブランドなんですよ。サガンビエナレインズトートバッグキャンバス XL ブラック18万3960円でございます。前のバッグ会やった時に結構コメントもらって、実は僕もそこのバッグ紹介したいなと思ってたバッグで、このサガンビエナっていうブランドがあったんですけど、その時紹介しようと思ってたのはファザーブックトートブラックレザーっていうのがあって、縦長のトートバッグにペーパーバックポケットみたいなものがついてるものがあったんですね。視聴者の方々からもコメント 2,3 件もらったのかな。あのバッグどうですかみたいな感じでずっと気になってたんですけど、なんかずっと買い逃してて、で見るとないんですよ。で同じブランドでもう一個めっちゃ気になったトートがあって買いましたっていうのがこのでかいトートなんですけど、本体はキャンバスで口とハンドルとそこはね両打ちしてあるんですよ。こうやってレザーになってたりとかっていう感じで作られたバッグですっていうのと、あとねなんか中のポケットとかも結構考えられてて、口のここにレザーのポケットついてるんですね。でこれ何がいいかっていうと、このバッグってこれがブランドの特徴であるこう、なんかテープが編まれたストラップみたいなのがあるんですけど、これを片っぽに閉じてこう閉じるんですね。こう閉じた時にちょうどこの間で使えるポケットがあると。ここに携帯とか入れとくと、スマホとか入れとくとスッと取り出せるっていうポケットがついてたりとか、反対側には大きなポケットと手前にファスナーポケットというかもうポーチみたいなポケットがついてますみたいな感じで、かなりしっかりしてるのと、キャンバス内側こういうなんかナチュラルブラウンコットンみたいな色合いになってて、ダック系の色ですねになってて、表は黒みたいなところで
全体的に非常にしっかりとしたバッグですっていうところを気に入ってますと。で上に関しては一応これマグネットついてるのかな、ほぼひっつかないですけどマグネットがついてますっていうところで閉じれるようになってますっていうバッグでございますというものですね。いいでしょこれ綺麗で。なんかその、旗上から見てそのキャンバス地がそのすごい綺麗に見えるね、すごい目面整った綺麗なキャンバスに見えてなんか高級感ありますよね。でなんかこれちょっとブランドついてるこの倍の値段になると思うんでっていうことを考えると非常にお手頃感まだまだあるバッグかなというふうに思います。続きまして30万円予算いってみましょうか。この辺バッグ特集にも紹介したバッグがポロポロポロっと出てきますっていうところでいくと、こうなってくるとラグジュアリーブランドのバッグとかが入ってきますよねっていうところでザ・ロー XL パークトート39万4000円、前回紹介した時まだ37万9000円だったのが39万4000円じわじわと値上がりしていっております。本当にどこのブランドか分かんない、非常にシンプルなバッグです。このバッグでもね何がいいかっていうと本当カジュアルのトートですよ。パークトートって言ってるぐらいなんで。でもね革の質めっちゃ好きこれ。めちゃくちゃ肉厚でプリプリ、今なんか詰め物してるんでこうやって立ってるんですよ。詰め物ないとくたっとする感じなんですけど、でもねいわゆるペラッとした革じゃないんでかけた時のくたっとし方がめちゃめちゃ可愛い、肉厚感のあるくたっと感で、そういうところで非常に気に入ってます。で前回も言ったんですこの穴開けてハンドル通してるのは若干強度が気になるんですけど、今のところ重いものを運んでもそこまでは来てない。でもだんだんこの穴広がってたり破れたりするんじゃないかなっていうのがあるんで、あんまり重いものは持ち運ばない方がいいんじゃないかなっていうのが一つと、もう一つはねやっぱ革の肉厚さがすごいんで重さ結構あるというところが若干ネガティブなポイントなんですけれども、とても気に入ってるバッグですと。でもう一つはこうやってちゃんと同じ革、こんなくたっとした革なんですけど同じ革がのポーチが入ってますっていうところも含めてザ・ローで今バッグが30万円でギリギリ。やっぱザロって絶妙なんだよな。なんかねミニマルシンプルだけどちょっとなんか欲しくさせるポイントをちゃんと持ってる感じがいいですよね。続いて50万円台いきましょうか。もうこうなってくると、海外ハイブランドのバッグとかが欲しいですよね。40万円から79万9999円ぐらいまでを考えておりますという50万円予算です。50万円予算でそんなちっちゃいの出してくるのっていうゴヤールのアンジュミニポーチですね。だいたい40万円ぐらい。定価っていくらかお店に行かないと分かんないんでゴヤールって今だいたい42万円ぐらいです。で表はいわゆるキャンバスにコーティングですよ。そのバッグに40万かっていうところなんです。一応裏は革になってて実はこれリバーシブルです。でいわゆる三類って片面キャンバスであるじゃないですか。あれのこれは裏面がレザーになったバージョンです。なんてこのバッグがいいのっていうところなんですけれども、僕サコッシュ使うのやめましたっていう話をしたじゃないですか。だけどバッグの大きさ名残惜しい。ちょうど同じぐらいの大きさでちょうど同じ収納だから携帯2台入れて財布僕2個ぐらい持ってる2個ぐらい財布入れて、でその他デジタルガジェット系ちょろっと入れたりとかモバイルバッテリー入れたりとかなんだかんだ入れるのに本当にベストな大きさなんですよ。でこれをさらっとかけることによってシンプルな横にちょっとだけアクセントつけるみたいなところにも役立ってくれるんでめちゃめちゃ便利。確かにそのサイズで品があってってやっぱなかなかスポーツ系とかになってしまってなかなかないんですよ。これもだから女性が持つバッグを男性が取り入れるみたいなところでの文脈での一つとしてちょっと取り入れても面白いんじゃないですかっていうおすすめのバッグでございます。本来であればこれ何かっていうと口閉じるためのものなんですよ。こうやってでもこれ中に物入れてこう持ち上げるとこれパカッと開いちゃってここが全然止まんない。すぐに開いてほぼ役に立たないんで結構パンパンに物入れるんで、それよりもこれマネークリップにしちゃってこれでこうやっておくとお金すぐ出してこれるじゃんみたいな感じでですね。でこれがついてるんでこれにカード入れときゃいいじゃんっていうので財布を持たなくてもそれこそいけますよみたいな感じで使えるバッグですっていう感じですかね。確かにサイズ可愛いですね。サイズいいんですよこれね。ただなかなか入手しづらい問題があったりするんですけどというバッグでございます。で50万円予算なんですけど、一応前も紹介したバッグもう一回紹介することになっちゃうんですけれども、スモールイントレチャートファスナートートバッグ
67万1000円になっております。前回ご紹介の時54万4500円だったんですけれども、もうジュースも上がっちゃった。やっぱりインフレまだまだ上がっていくのもね、欲しい方早めに買っとく方がいいですよね。ラグジュアリーブランドの中でも本当に信頼するブランドの一つです。ボッテガベネタ、これファスナーとなのでファスナーついて中が開くようになってます。前回しっかりご紹介してるんでその回を見ていただけるといいんですけど、あとはこの辺にねスマホを入れるポケットが本当に作りよく綺麗についてたりとか、本当に使い勝手が良くて便利なバッグで大変気に入っておりますっていうものですね。最後100万円予算。この予算で新しいバッグ、本当はねもうちょっと高いバッグ1個買おうと思った。買おうと思ったんですけどやめた。よかったよかったというところで前回も紹介させていただいたザ・ローのマーロを紹介させてください。これは85万円だったのが今88万3000円ぐらい。なんでザ・ローのマーローかっていうと、もう一個カバン買おうかと思ったっていうのはエルメスのバッグを買うかどうか、メンズで使えるもの少ないんでメンズで使えるやつ買おうかと思ったんですけど、値段がこれの倍以上はしちゃうっていうところもあったんで、それを買う前にこいつを徹底的に使い込んでないと次行っちゃダメだなという反省を込めてですね、オルセン姉妹でカバンくったくだエルメスケリーとかくったくだになるまで使って、なんかその辺の使い方みたいなところがなんかすごくいいなと。でそれってもともとバーキンがやってたことじゃないですか。エルメスのバーキンをもうボロボロのステッカー貼りまくったりとか、やっぱあれかっこいい。高級バッグもあえて日常使いにしてガンガンに使い込んで、でもそれにも応えるクオリティがあるからこその高級バッグだみたいなところのかっこよさがあるんで、そうなるまでは次のバッグ買うのやめようと思ってですねオルセン姉妹がやってるっていうところで、じゃあそれをクタクタになるように使ってやろうじゃんって買ったんですけど、あんまり今使える機会なくて海外行ってる時間がなくて、なんでそんなに使えてないんですけど、使っておりますというので、そろそろ傷も入り始めて、いい感じになっていくかなっていうのと、一応エディさんからもらったお守りがついてますよっていうね。という感じでいろいろとご紹介してきましたトートバッグ特集。非常に使いやすいですし、日常使い本当に便利なものなんで、皆さんガンガン使っていただくバッグとして一つ何か手に入れていただくのがいいかなというふうに思っております。さっきの途中で脱線というか、やっぱ斜め掛け確かに恥ずかしく見えるかも。そうでしょうっていうのが風潮としてあるのかな。そうなんですよ。もうそこはねちょっとそろそろやめときません？それぐらいファッションの流れ変わりましたよねっていうところで、となるとやっぱトートぐらいしかない。トートもつか、あとあれですよ、アタッシュケースもつく一個先行ってませんそれは。ちょっと先行ってるかもしれない。でもそういうことですよ、本当に。手で持つようなバッグを持つかのどっちかになってくる感じなんで、そうするとこういう感じで、レディース女性ってそうじゃないですか。斜め掛けじゃないバッグ、ハンドバッグだったりとかね、それこそバーキンとかもそうですけど、肩掛けするようなバッグでもないものを持つじゃないですか。男性ももう一回そこに戻るみたいなところもありえますからね。僕前に石川さんと六本木で会った時、石川さんレザーバッグ3個持ってませんでした？3個持ってた。3個持ってたんです。でもあれ斜め掛けも入ってましたよね。そう3個持ってた。違う、ちゃんと斜め掛けのバッグを斜め掛けせずに肩に2つ掛けてたんだ。もう何の人か分かんなかったんだよ。あれ危険。3つあるとどれか1個忘れてきそう。そうなんですよ。バラエティの AD じゃないんですから。両肩とかね。はい。本日のまとめ。大人男子、これからしばらくはトート一択ですごい綺麗にまとまったの。考えておいた。結構いいトートありました。その2万3000。2万3000円、さっきのやつね。PID。はい。あれよかった。やばいでしょ。あれ2万3000円ですよ。ナイロンのバックパックスポーツブランドの買うぐらいじゃないですか。牛革？牛革。であれね、考え方としては、革の質とかやっぱ樹脂バリバリなんですけど、要は靴でいうハルタですよ。革靴でいうハルタみたいな感じで、だからガンガン使えばいいと思いますし、気にせずに。あんだけ樹脂塗ってあるから雨の日も安心だと思うんですよ、比較的。なんでそういう使い方できるレザーバッグとしてめっちゃいいですよね、あれ。まさかレザー出てくると思うんですよ。そうプライスだね。ちゃんと探しましたよ、いろいろ。必死に本当に全部買ってもらって。全部買って本当にどう使うの、いつ使うの。そんなにさすがに5、6個バッグ持てないですよ。それもこんなでかいバッグね、何個持てないんで。
皆様よくこの動画ここまでたどり着いていただきました。そんな皆様の中でまだチャンネル登録がお済みでない方、今すぐお願いします。この辺かこの辺がどこにあるか分かんないですけど、ぜひチャンネル登録してください。そして高評価、コメント、ベルマーク&ハイプ、何卒よろしくお願いいたします。10万人だいぶ近づいてきました。どうかお願いします。僕にもう銀の盾を持たせてください。お願いいたします。